ね。あ、できました。あ、いいんじゃないですか。お肉が柔らかくてめっちゃジューシーです。さあ、今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回は手羽元はちみつ焼きです。手羽元をはちみつを使って柔らかく仕上げて焼きたいと思います。ババッとババご飯。手羽元のはちみつ焼き、材料はこちら。手羽元3本、醤油小さじ2、レモン汁小さじ1/2、はちみつ小さじ2。じゃあまずは手羽元です。比較的ね、鶏肉の中でも値段が安くて買いやすいですよね。結構身もたっぷりついててね、手羽先より食べやすいと思いますね。で、こちらフォークでちょっと穴を開けてお味が染みやすいようにしていきます。もうスープに入れてもいいですしね、手羽元は万能選手ですね。これ手羽元の軟骨のとこを食べる派ですか？美味しいですよね。手羽元の軟骨食べるんだよな、絶対。じゃあこれでフォークで穴を刺し終わったら、まず一回包丁でこう半分に切る方法とキッチンバサミでやる方法と2種類紹介したいと思います。もうシンプルにここに骨があるので、骨までこう切ってあげて、両サイドですね。でこういう風にちょっとお肉を開いてあげると、より味も染みやすいし、食べるときに食べやすくなります。これもまた骨に沿ってこの皮を切る感じですね。皮を切って開くイメージで、こんな風に。で逆側もですね。こうすると結構中まで手羽元って味が染みづらいんですけど、面積を増やすことでより味が染み込むようになりますんで、こんな感じですね。これで面積が結構増えましたね。でこれを全部やっていきましょう。包丁の方が早いかな。まあ使い慣れない人もいると思うんで、どちらでやってもいいと思います。じゃあ切り終わったらポリ袋に入れます。じゃあこちらをポリ袋に入れて、はい、お醤油小さじ1、レモン汁小さじ1/2で、蜂蜜ですね。蜂蜜にはお肉を柔らかくする酵素が入っているので、こちらを砂糖より蜂蜜の方がいいと思います。小さじ2ぐらいで、これを揉み込みます。でこの蜂蜜がお肉も柔らかくしてくれるし、甘みも出るし、照りにもなるので、より美味しそうに見えると思います。でこちらを空気を抜いた状態で冷蔵庫で30分休ませます。馬場さん、よくテレビとかの一晩寝かせるっていうじゃないですか。はいはい。あれってどれぐらい寝かせることを一晩寝かせるっていう？あれはですね、6時間から10時間ぐらい、12時間10時間とかですかね、人が 寝てる間ぐらいですね。ババッとババご飯。さあそれでは30分経ったので焼いていきたいと思います。
きましょう。フライパンも使わずいけるんですか？はい、フライパンも使いません。これをオーブントースターで焼きます。でお肉はちゃんと広げてから焼きましょうね。これ重なってると火が通らなかったりするので、お肉を広げてから皮の面を上にやった方がいいかもしれないですね。広げて皮の面を上に、皮の面を上に。蜂蜜だれを上に乗っけてあげて、はい。でこれで160度ぐらいですね。で焼いていきたいと思います。さあこれは160度で15分ですね。加熱してますけれども、オーブントースターのポテンシャルにもよると思うんで、ちょっと一応見ながら加減してください。であまりに低すぎるとやっぱこう調理向きじゃないので、ちょっと160度ぐらいですね。できました。いいんじゃないですか。ちょっと低温でしっとり上がってるけどちゃんと焼き目もついて、これで最後焼き目つけたいという方はマックスにしてもらって表面だけ焦がしてもいいですね。僕は今回このぐらいで引き上げたいと思います。はい、こんな感じで美味しそう。はい、こちらで手羽元の蜂蜜焼き完成しました。それではいただきます。もう持った感じ、ジューシーな感じが伝わってきてます。いただきます。お肉は柔らかくて、めっちゃジューシーです。やっぱ蜂蜜の効果でお肉がしっとりしてるし、若干甘辛く味付いてるので食べやすいですね。で160度のそんなに高温じゃない温度で調理してるので、水分も抜けきれてなくてすごいジューシーに仕上がってます。切れ込み入れてるんで肉のほどき方も良くて、ちょっとひと手間ですけどこれやるとすごくいいと思います。というわけで今回は手羽元の蜂蜜焼きを紹介しました。よかったら、高評価とチャンネル登録の方お願いします。以上、ババッとババご飯でした。